はい、今からですね、このバラバラにしたサーフを龍一くんの方に塗装の、下処理の工程をしていってもらいたいと思うんですけど、まず簡単な流れを説明しますと、ちょっとね、これ比較的綺麗なお車なんですけど、ほこりとか砂とか結構ついてるんで、傷がどこにあるかへこみがどこにあるかっていうのが全然見えないんです。でまず綺麗にして傷やへこみを全体を見ていくっていう流れがあるんですけど、粘着テープとか両面テープの跡が残ってる場合もありますんで、さっきそういう汚れを取っていってから、まず水拭きや洗車やスチーム、場合に応じてはなんですけど押していってもらって、全体をぐるっと見ていきたいと思います。はい、それでは塗装の申し子龍一くんを呼んでみましょう。龍一くん、こんにちは、龍一です。はい、それでは準備ができたようなので、僕が気になるところを聞いていきたいと思います。まずですね、多分ガムテープの跡だと思うんですけど、こちらをちょっとね、どうやって剥がしていくのか龍一くんに聞いていきたいと思います。龍一くん、これは何でしょう？これはこの劣化したなんかガムテープみたいなものがもう粘着がしつこくなって取れないんで、こういうトレーサーってこのゴムがついてるのをこの一方向に回す機械があって、この回転とゴムの摩擦でこういう粘着を取っていきたいと思います。なるほど、それは取れそうですね。これはすごい取れます。見てください、めちゃめちゃ綺麗になってますよ。これ消しゴムのようでしたね。僕一つ気になったんですけど、これ何なんですか？これ前回の動画でも多分上がってると思うんですけど、シリコンオフっていうので最後こう拭いてあげるとこう綺麗に粘着の跡が取れます。聞きましたか皆さん、シリコンオフです。それでは次、気になるところ行ってみましょう。はい、次はですね、ほこりとか泥がついてるみたいなんで、水拭きをしていくみたいなんですけど、ちょっと気になるんで見ていきましょう。お願いします。おっと、それはどういうマスキングですか？これはもう傷があったんで、もう見落としたらダメなんで、もう見つけ次第印つけて最後にも全部きれいにしていきます。見てください、この細かい傷。こんな傷も見落とさずに全部見てるんですよ。すごいですね。僕だったら全然もう多分気づいてもいないでしょうね。かなり見やすくなりましたね。そうですね、こうしておくと本当に傷が分かりやすくて、かなり作業がはかどります。今から傷の下処理をしていってもらいたいと思います。場合によってはこういった塗る時にホコリが上がってこないようにしたりだとか、マスキングテープが貼りやすいように、この下回りなども、スチーム高圧洗浄機でみたいな感じですね、を当てたりすることもあるようです。それでは龍一くんに聞いていきましょう。龍一くん、はい、これどうやって直すんだい？この傷を今からこのダブルアクションっていう機械を使って削っていって、こうフラットにならしていくような感じですね。一回見せてもらってもいいですか？わかりました。
んな感じ。なるほど。これはあれですかね、上の塗料を削って下の鉄板を出してなじましてるっていう感じですか？そうですね。平行にしているみたいな。そうですね。もうなるべく水平に近いように持っていって、でこの後ちょっと削ったとこが低ければそのパテっていうのを持ってはい高さを調整したい。なるほど。見ましたか、今の技。すごいですね。僕だったらもう鉄板も削り倒してボコボコになってるでしょうね。すごい。なんかね、ここにマスキングテープあるんですけど、どこがへこんでるか全然わからないんですけど、これどこ？これちょっと表から黒い傷で分かりにくいんですけど、こう光を反射しながら見た時にここはこうポコンってへこんでるのが。あー、なるほど。なるほど、若干へこんでますね。だから削るともうちょっと分かりやすいんで一回ちょっと削っていく。わあ、すごい。この傷のあったところだけがこの周りとはちょっと違う色が、やっぱそのへこんでる分低いんでこれペーパーが当たらないんで、そこだけなるほど。これがまっすぐなんで、そうですね、まっすこう削ぐ取りに行くってもここが当たらないからそうですね、低いとこはへこんでるとこへこんでる当たらないんで。なるほどですね。これ絶対わからないですよ、本当に。これすらも見逃さないプロですね。もうさすが塗装の申し子です。ありがとうございます。はい、作業工程としまして、今ちょっと龍一君にパテを取りに行ってもらってるんですけど、その間にちょっと軽く説明させていただきたいんですけど、こういうへこみだとかこういうちっちゃい傷ですね、こういうのも全部まとめてみて、全てこうやって取っていってもらってるんですけども、本当にすごいですね。もうこの技は僕ら、ね、塗装全くちょっとわからないんですけど、もうこういう傷すらもうわからないんで、こういうのを直していただいてるっていうだけでも本当に安心して乗れると思います。これはなんで鉄板を出すんですか？この塗料の上からそのパテっていうのを盛るより鉄板から盛る方がパテが落ちにくいしっていう感じですね。なるほど。これ鉄板出してもらったんですけど、これでももうへこみがあったっていうのは分かりますね。ここだけやっぱり当たらないんですか？そうですね、やっぱ低いんでなかなか当てにくいです。なるほど。こういうとこもちゃんと当てとかないとパテがちゃんとひっつかないんで。じゃあ今からそのパテを持ってください。持っていきます。龍一君、パテって何なんですか？そうですね、パテというのは下地のくぼみ、割れ、穴などの欠陥を埋めて塗装系の平らさを向上性させるために要はもう穴を埋める粘土ってことですね。パテができたようです。これをここに塗るんですか？そうですね、今からこのパテをここになるほど、込んでるとこに持っていきたいと思います。では腕を見せてもらいましょうか。では持っていきたいと思います。一応今これでパテをつけ終わりました。原理としてはこれが固まってそれをまた平行に研いで低いところを埋めるっていうことですか？そうですね、これ今もう絶対この元より絶対パテの部分が高いんで、これをこう絶妙な高さで落としていって、このボディの高さとなるべく面になるようにしていくっていう作業です。なるほど。もうあれですね、
はい、パテ盛りの作業の方は終わりましたか？そうですね、もう車も傷はもう一切残ってない状態です。なるほど。じゃあ次の作業はどういった作業になるんですかね？次の作業なんですけど、その長年その紫外線とかによる劣化でやっぱ塗装面の方が傷んでるんで、その綺麗に傷んでる層を一層剥がして、そのサフェーサーを、ボディ一体に入れたいんで、それをしていく作業をしていきたいと思います。なるほど。よく聞くサフェイサーですね。塗料の下地みそうですたいな感じですね。でそれをちょっと見ていきたいと思います。はい、用意ができたようなので、その前にですね、これなんかさっき使ってた道具とちょっと形が違うんですけど、これはどういったことなんですかね？さっき使ってたやつもダブルアクションなんですけど、まあちょっと次作業する面積が大きいので、まあ研ぐ面積の大きい丸に変わったっていうだけです。なるほど。あとね、これスポンジがちょっと間にいるんですけど、これはどういったあれなんですか？そうですね、これはやっぱここに直接ペーパーを貼るよりも、このワンクッションを挟んで、このやっぱボディとか曲線なんで、やっぱこうワンクッションを挟んで研いでいきたいと思います。なるほど。まあこれを使わない時もあるっていうことですね。そうですね、使わない時場もあります。合によっては。なるほどです。じゃあちょっと研ぎ作業を見ていきたいと思います。この研ぎの作業をあと全面やってからこの作業をこの車全面にやります。そしてこの作業が全部終わった車がこちらです。